ずんだもんと紬のパソコンパーツ発掘隊。5インチのハードディスクなのだ。クアンタム、90年代にトップシェアだったハードディスクメーカーなのだ。そのクアンタム社が1996年に発売したのがクアンタムビッグフットなのだ。左側のやつですね。右側のはサイズの比較用なのだ。このビッグフットなのだけど、見ればわかるように普通のよりサイズが大きいのだ。右側の赤いやつが普通の 3.5 インチ、左側のビッグフットは 5.25 インチなのだ。5.25 インチといえば光学ドライブと同じ規格なのだ。なのでブルーレイと比較してみた。ぴったり収まっているのだ。大きいとたくさん入りそうですね。まあそんな気はするのだ。このまま眺めていても仕方ないので、パソコンに取り付けて検証してみるのだ。レッツゴー。今回検証に使うのはこの猫パソコンなのだ。モニタの下にあるのは単なる高さ調整なのだ。修理中ですからね。まずはケースを開けるのだ。こんな感じで現在5インチ米には DVD マルチドライブと SSD が取り付けてあるのだ。上から見るとこんな感じなのだ。 SSD は C300 の 64GB なのだ。変換基板とマウンタを使って IDE で接続してあるのだ。ここには OS が入っているので、今回もこれを使おうと思うのだ。なのでビッグフットはこの上に取り付ける感じになるのだ。取り付けるとこんな感じなのだ。ぴったりですね。比較品だから普通はぴったりなのだ。上からも見るのだ。というわけでスイッチオンなのだ。今回接続したのは IDE のセカンダリチャンネル、それのマスター側なので、ちゃんと上から3番目に認識されているのだ。ちなみに同じチャンネルのマスター側とスレーブ側は同時にはアクセスできないので順番待ちが発生するのだ。面倒だからハードディスクと光学ドライブを1本のケーブルで接続しちゃえとかはやめた方が良いのだ。いろいろあるんですね。スマホで動画で撮影すると画質が悪くて見づらいので、画面キャプチャーに切り替えるのだ。みんな大好き Windows Me を使うのだ。ビッグフットの中身を確認するのだ。まずはマイコンピュータを開いて、いいドライブとしてマウントされているのだ。確かメーカー製パソコンのバックアップに使っていたので、そのシステムドライブと同じ 540MB が確保してあるのだ。 MS-DOS と Windows 3.1 が入っているみたいだけど、まあ今回の話とは関係ないのだ。しかし消すのも面倒なので、とりあえずこのまま進めるのだ。それから今回使うベンチマークソフトなんだけど、クリスタルディスクマークバージョン 2.2、 これを使うのだ。古いバージョンだけど QX に対応しているので、これを使うことにしたのだ。いいドライブを選んだらテストを開始するのだ。長いから8倍速にするよ。加速しないと約4分かかるのだ。5回計測する場合は20分なのだ。やばいですね。そっと自負荷比なのだ。なので1回だけ計測するのだ。結果が出たみたいなので分析してみるのだ。まずはここの数値からシーケンシャル読み書きのスコアが書かれているのだ。シーケンシャル読み書き。シーケンシャルは連続的な意味。要するに
連続した番地を読み書きする速度という意味なのだ。なるほど。ハードディスクの場合はヘッドの位置を固定して目当ての番地が回ってきたらデータを読み書きするのだ。途中で一周した場合はヘッドを少しずらすのだ。死因だの向きが逆だけど気にしないのだ。並んでいる順番で読み書きするだけなのでこれが一番楽なのだ。つまり速いと。仕組みはこんな感じなのでスコアを見てみるのだ。読み込みの速度は 2.3MB 毎秒だったのだ。カタログ値だと平均転送速度は 813KB 毎秒。平均値は最大値の約半分なのでまあスペック値に近いと言えるのだ。キャッチの影響が若干早いけど書き込みの速度は 2.2MB 毎秒だったのだ。こちらもまあスペック通りなのだ。ということでお次はランダム読み書きのスコアなのだ。ランダム読み書き。ランダムはデタラメ的な意味。要するに飛び飛びの番地を読み書きする速度という意味なのだ。なるほど。ハードディスクの場合は大げさにするとこんな感じなのだ。まずは1の番地を目指す場合1の番地がある円周に読み書きヘッドを移動する。ヘッドの移動が完了した時に1の番地が通り過ぎていた場合もう一度回ってくるのを待つ必要があるのだ。2、3、4と読み書きするのもこの繰り返しなのだ。なんか面倒ですね。そうなのだ。面倒な手順が必要なのだ。つまり時間がかかるということなのだ。キャッシュメモリを使えばデータの並びを変更して順不動でアクセスして回転待ちは減らせるのだけどヘッド移動の時間はなくせないのだ。というわけでスコアを見てみるのだ。中段のテストは 512kB と書いてあるので 512KB ごとにデータを分割して読み書きするということなのだ。一つの番地には 512B 書き込みできるので 512KB だと1024セクタ分になるのだ。1024セクタ連続で書き込んだらどこかへワープして書き始める。その繰り返しなのだ。ある程度まとまっているので実用に近い速さがわかるのだ。実用に近いとは普通に使っていればファイルが完全に並んでいたり完全にバラバラなんてことはあまりないからなのだ。つまり無難なテストだと。そういうことなのだ。スコアを見てみるのだ。読み込みの速度は 1.6MB 毎秒だったのだ。理屈の通りほどに遅くなったのだ。書き込みの速度は 2.4MB 毎秒だったのだ。速くなってませんか？こちらは多分なのだけど分割数が大したことないのでキャッシュメモリで処理されたのだ。とりあえずメモリに書いておいてソフト側には完了を通知するのだ。なるほど。キャッシュメモリは何階層かに分かれていて OS、インターフェース、ディスクとそれぞれが備えているからソフト側から任意で全てを停止することはできないのだ。なのである程度の誤差は仕方ないし普段キャッシュが効いているのだから完全キャッシュなしの速度なんか知っても意味がないとも言えるのだ。そういえばそうですね。というわけで一番下を見てみるのだ。これもランダム読み書きなのだけど 4KB ごとに分割されているのだ。さっきの 512KB と比べるととても細切れでバラバラなのだ。4KB といえば 512B のセクタが8個分になるのだ。8セクタ連続で読み書きしたら別の場所へワープするということなのだ。
なのでランダムアクセスの性能を見るには適しているのだ。明らかに遅くなってますね。わかりやすくていいのだ。なるほど。ちなみに最新のハードディスクでもランダムアクセスは桁違いに遅いのだ。機械的動作がある以上は仕方のないことなのだ。速度に関しての話はこんなところなのだけど、このハードディスクの数値だけ見せられてもピンとこないでしょう。基準がわからないし、そうですね。というわけで他のと比べてみるのだ。シャットダウンするのだ。で比較対象なのだけど、近い年代の製品だとこの2台があったのだ。左側が富士通の M2682SAU 340MB のスカ G 接続、1995年製なのだ。右側がサムスンの WN34324U 4.3GB のスカ G 接続、1998年製なのだ。ところでスカ G って何ですか？スカ G とはスモールコンピューターシステムインターフェースの略称なのだ。スカ G を使うとパソコンに対応機器を接続できるのだ。主に記憶装置なんかの接続に使うのだ。なるほど。バージョンによって違うのだけど、7台か15台までの機器を接続できるのだ。ちなみにスカ G 機器を使うにはスカ G インターフェースが必要なのだ。パソコンに内蔵していない場合は拡張ボードを挿すことになるのだ。こんな感じのやつなのだ。まずは内蔵ドライブ用のケーブルを差し込んで、パソコンの中が狭いと後からは手が入らないのだ。拡張スロットに取り付けるのだ。これでスカ G 接続の内蔵ドライブが使えるのだ。こんな感じで2台のハードディスクをつないで、テストの間だけなので適当に絶縁して載せるのだ。 CD ケースを挟んだよ。そして起動してみると、うまくいけばこんな感じで BIOS 画面で認識されるのだ。認識されない場合は ID 番号の設定を確認するのだ。 ID 番号を？スカ G の機器には個別の番号が必要なのだ。0番から6番までと8番から15番までなのだ。7番はインターフェースが使用するなので使えない。永久欠番ですね。ID 番号の重複は許されないので、2台に同じ番号に設定するとどちらも認識されないのだ。なるほど。その他にありがちなミスがターミネーターの付け忘れなのだ。ターミネーター。ターミネーターはこの白いやつなのだ。使わないスカ G ネクタにはターミネーターが必要なのだ。ターミネーターは終端抵抗とも言うのだけど、これがないと電気信号が反射してうまく通信できなくなるのだ。不思議ですね。電気も波動なので開放端で反射してうんたらかんたらということらしいのだ。ちなみに中身はこんな感じなのだ。この青い板の中に抵抗アレイが入っていて、信号線をプルアップしているのだ。つまりプルアップしないと波形がプルプルするのだ。ちなみに内蔵ドライブの場合は内部にターミネーターが組み込まれているのだ。設定で有効無効を切り替えるのだ。普通は ID 番号の設定の近くにターミネーターの設定もあるのだ。ケーブルの端っこにつなぐ場合は有効にするのだ。ちなみに中側と外側のコネクタは1本のケーブルにつながっているので、両側に端っこが存在するのだ。なので内蔵ドライブしか接続しない場合にはスカ G ボードの外側のコネクタにターミネーターが必要なのだ。逆
逆に外付けしか使わない場合は内部のターミネーターを使うのだけど、この製品だと自動なので特にやることはないのだ。なるほど。そろそろ投稿しないといけないので計測結果を見てみるのだ。 X で日曜に出すとか言ってましたね。これが1995年製の富士通のやつ。 FM タウンズに入ってた 340MB のドライブなのだ。比べてみると書き込みが少し遅いかなという感じなのだ。しかしランダムリードに関しては速いといった印象なので、不思議ですね。書き込みが遅いのは多分キャス搭載してなくて素直に書き込んでるせいなのだ。ランダムが速いのは円盤が小さいからなのだ。小さいと速いんですか？この絵を思い出すのだ。読み書きヘッドは円盤の半径分だけ移動するのだ。円盤の大きい場合、つまり半径が長いと移動距離も増えますね。往復時間も長くなるのだ。つまり目的の演習への移動も遅くなる。そういうことですか。早く動かせばいいと思うけど、機械的な移動には感性が働くので、急停止させるのが難しくなる。つまりトラッキング精度が落ちるのだ。なるほど。この比較で分かったことは、円盤が大きくなるとランダムアクセスが不利になる。そして読み書きヘッドの移動を速くするのも技術的に難しいということなのだ。そろそろ次と比べるのだ。これが1998年製のサムスンのやつ。外付けドライブに入ってた 4.3GB のハードディスクなのだ。全体的には2倍くらい速いのだ。ランダム読み込みは3倍速いのだ。どうしてそんなに違うんですか？これは簡単なのだ。回転数と密度が違うのだ。まず回転数なんだけど、ビッグフットが 3600rpm、 WN34324U が 5400rpm。 こんな感じになっているのだ。円盤の回転が速いということは、待ち時間が短くなりますね。そういうことなのだ。なら早く回せばいいのでは？それも難しいのだ。直径が大きいということは円盤が触れやすくなるのだ。触れると精度が悪くなるし、制御も難しくなるのだ。あと運転音もうるさくなるのだ。そもそも角速度が速すぎると遠心力で破断するのだ。ダメですね。他にも遅い要因があって、それは密度の差なのだ。ビッグフットが直径 12cm で 1.2GB、 WN34324U が直径 9cm で 4.3GB なのだけど、3クラッタ入っているので1枚あたり 1.43GB になるのだ。計算すると WN34324U の密度が2倍くらい高いのだ。密度が高くなると速くなるんですか？密度が高いということは、単位面積あたりの情報量が詰まっているということなのだ。つまり少しの回転量で多くのデータが読み書きできるということなのだ。これは演習方向も同じなので、少しのヘッドの移動で多くのデータが読み書きできるということなのだ。なるほど。速度の比較はこれくらいにしておくのだ。動画の最後のネタとして、ビッグフットに OS を入れるとどうなるかやってみようと思ったのだけど、ここで悲しいお知らせ。どうしたんですか？フォーマット中に回転が止まってぶっ壊れたのだ。それ以降 BIOS 画面で認識されなくなったのだ。壊れたものは仕方ないのだ。なので分解して中身を見ることにした。中身はこんな感じなのだ。ピカピカですね。
まあ遠目にはピカピカしていて異常はないんだけど、近くで見るとへこんでいるとこが何箇所かあるのだ。写真には写ってないと思うけど、ヘッドがぶつかってえぐれた跡なのだ。あらら。まあそれくらいなら、軽い傷ならバッドセクタとして代替処理できるのだけど、多分バリでヘッドが売られたか、粉塵を巻き込んでアームウェアが書いてあるセクタが潰れたのだ。モーターが回るけど認識しない場合は大抵これなのだ。治らないんですか？不可能なのだ。それから最初に出した号車の赤いやつなのだけど、これもバッドセクタ祭りの後認識しなくなったものなので、円盤の比較用に分解してみたのだ。並べた写真がこちらなのだ。やっぱり中身も大きいですね。それから訂正があるのだ。ブルーレイと同じサイズとか言ったけど、実はもう少し大きかったのだ。ということでご視聴ありがとうなのだ。また見てね。